おはようございます。今日は私からまず冒頭ですね、昨日ご承知の通りですね、新型コロナウイルス感染症対策本部が開催をされまして、緊急事態宣言が発出をされるというともにですね、基本的対処方針、これが改定をされたということであります。新規感染者、全国で昨日は7500名を超えたということでありますし、東京は2400名を超えたということであります。重症者、死亡者の方々も増えておるということもございまして、大変緊張感、危機感を持ってですね、対応していかなければならないというふうに思っております。改めて医療関係者、介護関係者、さらには保健所の関係者の方々にはですね、感謝を申し上げるわけでありますが、ぜひともですね、昨日も総理からもお話ありましたけれども、感染拡大を防いでいくためにですね、不要不急の外出、これは何としても控えていただきたい、特に20時以降という話でありますが、20時以降のみならずですね、不要不急の外出は避けていただきたいということをお願いすると同時にですね、若い方々の話もございました、30歳以下の方々がですね、30歳以下が6割ぐらいと、30代以下ですね、6割ぐらいというような話もあったわけでありまして、そういう意味ではですね、若い方々、重症化しないというようなことが言われておりますが、身内の方々に感染させて、結果的に重症化をすることもありますし、ご本人もですね、決して、感染しない、もしくは症状が出ないというわけではありません。若い方々もですね、重症化する方もおられますし、中にはですね、報道なんかでも言われておりますけれども、後遺症に苦しんでおられる方々もおられます。まずはやはり、若い方々も感染をしないと、感染リスクを避けていただくということを、ぜひともですね、ご協力をお願いをいたしたいというふうに思います。昨日の緊急事態宣言を受けて、飲食店等々のですね、時短のお願いでありますとか、またテレワーク、これもですね、7割を目標にという形であります。厚生労働省としてもですね、相談窓口等々強化をさせていただいて、一時テレワークの方もですね、全体としては非常に前回の緊急事態宣言の時にはご活用いただいたんですが、その後だんだん、いろんな理由もあられるんだと思いますけれども、また会社に通勤される方々が増えてきておったということもあります。改めて、効率が悪いとかいろんな理由があるんであるならば、厚生労働省の方も相談窓口でいろんな、助言をさせていただきたいというふうに思いますので、ぜひともですね、ご相談をいただいて、テレワークのですね、推進にもご協力をいただきたいというふうに思います。全体として医療の提供体制が非常に厳しい、これは東京を中心にそういう状況であります。急激に感染者数が増えておりますので、当然入院者も増えてきておるという現状があろうと思います。厚生労働省としては、先般の諮問会議の中でも私申し上げましたけれども、それぞれの医療機関とですね、緊密に対応しながら、それぞれのお悩みがあられると思います。例えば、今まで感染、これ、クラスターが起こったら大変でありますので、医療機関で、そういう意味では感染防止のためのいろんな対応策、それからコロナ患者の皆様方を対応いただいた場合にですね、それまでの医療を見ていただいた部分と違った対応になってきますから、医療機関等々のですね、経営の問題、ご心配もあられると思います。そういうことにもしっかりと相談に乗らさせていただくということで、自治体とですね、協力をしながら、今までもちろんコロナの患者の方々を対応いただいてきた医療機関も増床をお願いをいたしたいわけでありますけれども、合わせて今までコロナの患者の方々対応いただいていない、そういうような医療機関もですね、新たに対応いただければありがたいと、協力をしていただければありがたいというふうに思っておるわけでありまして、そういう意味で、昨日も総理からお話がありましたけれども、新たにですね、コロナの患者を見ていただくというところには、さらに、これは重症化重症化病床も、それから中等症もそうでありますけれども、450万円、さらにですね、これを上乗せをさせていただくと
いう形でございまして、医療の経営、病院の経営にご迷惑をおかけをしないようにということでですね、こういう新たな対応策、これは以前申し上げたパッケージですね、パッケージ、これは年末申し上げました、重症化病床1病床当たり1500万円、それ以外は450万円、これに合わせて450万円を新たに病床を確保したところに対しては出させていただくということ、それからこれもパッケージ的にお示しをいたしましたけれども、回復者の方々のですね、その後の受け皿の病院ですね、リハビリとか必要でありますから、そういうところにもですね、これはパッケージの中でもお話しいたしましたけれども、診療報酬を3倍にしてですね、対応するということでございますので、全体的にコロナの患者の方々を受け入れる病床をですね、しっかり確保してまいるためにですね、厚生労働省も自治体と協力したこれから行動をしっかりやってまいりたいというふうに思っております。引き続きですね、医療機関の皆様方にはご協力を賜りますようによろしくお願いいたしたいと思います。合わせて水際対策でありますが、これも英国、また南アフリカのですね、共和国のですね、変異した新型コロナウイルスの変異株、これらのご心配をいただいておるわけでございますので、国内に流入をですね、防いでいくという意味からいたしましてもですね、これは検疫の強化、これも引き続き取り組んでまいりたいと思います。ワクチンに関してもですね、これ、いろいろとですね、総理からもお話がいただいているわけでありますけれども、2億9000万回分のワクチンの確保、こういうことをですね、一応、契約、基本合意の中においていたしておるわけでありまして、これを本年度前半までにですね、国民の皆様方に提供できる数量の確保を目指すということで、改めて12月18日、これはファイザーの方からでありますけれども、申請が出てまいりましたので、この承認申請に対して受理をいたしましてですね、これをですね、安全性、有効性をしっかりと確認した上で、なるべく早くですね、承認に向かった対応を進めてまいりたいと思っておりますが、その後、仮に承認されたとすれば、すぐに接種をしていかなきゃなりませんので、もうすでにその接種に向かっての地方自治体とのいろんな話し合い、させていただいております。そういう中において、まだ疑問点等々もいろいろとあられると思いますので、さらに重ねて各自治体と協議をする中においてですね、こちらといたしましても、ディープフリーザー等々の確保、これ、低温、超低温でございますので、それに対しての冷凍庫というようなものの確保、これも順次進めてまいりたいというふうに思っております。補助金でありますけれども、これに関しましては、1都3県、飲食店等、これ、時短の営業のお願いをさせていただいたわけであります。当然のごとくですね、飲食店、のみならずなんですが、飲食店の場合は、非正規の方々も非常に多いということで、今、補助金に関しては中小企業に関してですね、もうご承知のとおり、解雇をしなければですね、2月いっぱいまで延長したわけでありますが、10分の10、これは補助をしております。で、これ、いろいろと国会でも議論があったんですが、大企業に関しては10分の10じゃないわけでありまして、現状。今回また1都3県に対してですね、飲食店等、休業時短要請をお願いをさせていただくわけでございますので、当然飲食店大企業あるわけであります。で、そこには同じように非正規の方々が働いておられると。で、そういう方々が仮に休業等々の対応になったとしてもですね、それに対して対応いただければいいわけでありますけれども、10分の10じゃないということで、大企業が対応いただけないということであれば、その方々のですね、言うなれば収入が、これが減るわけでありますので、この1都3県に関してはですね、大企業に関しても10分の10の補助率ということを今晩、決定をさせていただいたということでございます。詳細はまた事務方の方からお聞きをいただければありがたいというふうに思います。合わせて、これは中小企業の方なんですけれども、
引き続き休業支援金、給付金の方もございますので、この1都3県の中において、今回の緊急事態宣言の中においてですね、また休業を余儀なくされる皆様方、ぜひともこういうものをご利用いただき、また企業もご利用いただいてですね、大企業も含めて、非正規も含めてですね、しっかりと、休業手当等々の対応をしていただければありがたいというふうに思います。合わせて緊急告知資金の特例貸付でありますが、これも令和4年3月末以前の返済時期が来る予定の貸付、こういうのがもう当然のごとくですね、早く借りられた方々から順に、返済が始まってくるわけでありますが、今般こういう形でですね、緊急事態宣言もございますし、まだまだ新型コロナウイルス感染症のですね、拡大というものを収束を迎えておりません。そこでですね、これ、順次、令和4年3月末までに返済が開始される方々、こういう方々に関してですね、返済時期を令和4年3月末まで延長するということで、その前に来る方はそれ以降になるということになりますので、返済開始時期を延期をするということになります。非常に厳しい状況でございますので、この緊急告知資金、まだこれからお借りになられる方々もおられると思います。しっかりこういうものもご利用いただきながらですね、なんとかこの厳しい現状を乗り切っていただければというふうに思います。あとですね、不要不急の外出は避けてくださいというお願いをさせていただいておりますが、高齢者の方々を中心なんですけれども、やはり前回の緊急事態宣言の時もそうでありました。どうしても外出するのがですね、感染のリスクから怖いということで、ご自宅におられる、そういう時間が増えると。結果ですね、やはり運動機能の低下でありますとか、人と接する機会が減ると、場合によっては認知症が進まれる方々もおられるんだというふうに思います。特に運動機能、高齢者の方々は日々一定の運動されないとですね、筋肉が落ちられるという方々もおられます。ぜひともそこはご留意いただきながら、例えば外出といってもですね、日々人の少ない時間帯にですね、散歩をされたりするのはですね、これは暖かい格好、この冬場でございますから暖かい格好でしていただきたいわけでありますけれども、決して感染のリスクが拡大するわけではございませんので、そういう感染リスクというものを考えていただきながらですね、外出もいただいて、しっかりと運動機能の低下も防いでいただきたいと思いますし、またコミュニティでもですね、そういうような支援、取り組み等々をですね、していただければありがたい、感染防止策をしっかりとやっていただきながら、対応していただければありがたいというふうに思います。合わせて健康維持、また介護サービス、こういうものの確保にも我々としても努めてまいりたいというふうに思います。オンラインなんかでですね、人と会話をする、こういうような取り組みも自治体でやっていただいているようでございますので、自治体のみならず地域でもやっていただいているようでありますけれども、そういうようなものも活用いただきながら、人と対話をする機会、こういうものも作っていただいて、日々の生活にですね、メリハリ、刺激をしっかりと持っていただく、特に高齢者の皆様方、だけではないんですけれども、特に高齢者の皆様方には、そういうところにもご留意をいただければありがたいというふうに思います。冒頭長くなりましたけれども、緊急事態宣言、発出にあたってのですね、冒頭私から厚生労働省の取り組みといたしまして、ご報告をさせていただきました。それでは皆様方からご質問をいただきたいというふうに思います。